にちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。5月18日月曜日、時刻は昼の12時50分を回りました。いつもと違う場所で動画を撮っているんですけれど、もしかしたら、近くの環境音というか、車が通り過ぎる時の音が響くかもしれません。あらかじめご了承ください。今日話すテーマなんですけれども、撮影機材およびその動画撮影に伴うセットアップのミニマル化、こういうテーマを交えて話したいと思います。すべて僕個人の主観と見解に基づいて話す内容となりますので、そういう意見、そういう考えもあるんだなっていうぐらいの気軽な気持ちで聞いていただけると幸いです。それではよろしくお願いします。まず結論、少なければ少ない方がいいです。その方が管理しやすいですし、いざ撮影するに至るまでのハードルがぐっと下がります。本当に少ないもので簡単に始めることができるんで、これについては初心者の方でもできるんじゃないんでしょうか。なんていうかね、いろいろ試してみた結果、こうして動画撮影に伴う撮影機材およびそのセッティングの作業というのは少なければ少ない方がより継続しやすいんじゃないかなって内心そう思ったんですよね。で、今この映像はですね、これ一眼カメラで撮ってまして、でその一眼カメラに三脚をつけて、で音声はこれ iPhone で録音しています。でそれぞれ異なる動画のデータと音声のデータを編集ソフトに取り込んで、でそれを周波数に合わせて同期させることによって、それを一本の動画として作ることができます。めちゃめちゃ簡単ですよ、これ。で、セッティングに関しても、ぶっちゃけカメラとこういうスマートフォンがあれば簡単にできるんですよ。しかもスマートフォンなんて皆さんほとんど持ってるじゃないですか。多分持ってない人の方が今少ないんじゃないですかね。そんな感じで、いろいろ試してみた結果、このやり方が一番性に合ってるなっていう風に感じたわけですので、それが現在に至るまで、こういう感じで、今日ものんびりと動画撮影を行っているっていう感じですね。はい。今ちょっとね、違うところというか普段と違う場所で撮影してて、なんかいつもと違う場所で撮影することによってちょっとした気分転換にはなりますし、しかもその画面上のこの見え方もまたガラリと変わってくるんじゃないかな。なんかいつも同じ場所で撮影してるとなんか飽きてくるんですよね。マンネリ気味というか新鮮味がないっていうか、そんな感じなんですけれど、そうやって定期的に場所を変えてその時のその日の気分に合わせて柔軟に場所を変えて撮影するようにしています。で、僕自身は散歩するのが好きなんで、今日みたいにこうやって日の光を浴びながら外の空気を吸って、でひたすら歩いて、で歩いた先でここで休憩しようかなと思った時にその場所に座って余白を楽しむ。そう、余白を楽しむことが大事なんですよね。ちょっと話がずれてしまって申し訳ないんですけれど、本題に戻りますね。はい。去年の12月頃にワイヤレスマイクを買ったんですよ。多分過去の動画を見たことがある人でしたらわかると思うんですけれども、 DJI のマイクミニっていうすごい優れたワイヤレスマイクがありましてね、これがね、音質がねめちゃめちゃいいんですよ。家の中で撮影するときや、あとは風があまりにも強すぎるような時は、そのワイヤレスマイクを使って撮影することが多いですね。ただ今日みたいにそんな大して風が強くなかったりとか、もしくは少ないもので手軽に撮影を始めたいとか、しかも今日みたいにこうやって外出先で行う、またはそうですね、国内旅行や海外旅行においても少ない機材で済ませる方が一番やりやすいんですよね。その充電する手間が省けますし、それに伴うケーブルの本数を減らすこともできるんで、個人的にはできる限り少ないセットアップで
写真と動画撮影を行いたいっていう気持ちが強いんですよね。あとはまあ僕自身は結構なんというか、まあ面倒くさがりな性格ですので、できる限り少ないもので済ませたいのが本音ではありますね。で、さっき言ったワイヤレスマイクに関しても調べてみたら耐用年数っていうのがだいたい2年か3年ぐらいが目安とされていて、まあ、ものによっては5年近く、またはそれ以上持つものもあると思うんですけれど、そのワイヤレスマイクって性質上は、まあ、皆さんご存知の通り、あれバッテリーが入ってるじゃないですか。で、充電を繰り返すたびに、その、充電の持続時間が、バッテリーの持つ時間っていうのがだんだん短くなってくるんですよね。おそらくワイヤレスイヤホンを使ってる方だったらわかると思うんですけれど、最初8時間か9時間ぐらい充電なしで連続して使うことのできたイヤホンも2年か3年またはそれ以上経つにつれてだんだんと持ちが悪くなってしまう。そういうパターンってきっとあると思うんですよね。で、そうやって使い続けることを考えると、ちょっと自分の場合はワイヤレスマイクあんまり向いてないのかなってなんか思ったんですよね。その撮影するたびに首元とか襟元にこう引っ掛けたりとかして、そうやって撮影の準備に取り掛かる、その一手間が結構面倒だなって感じるパターンが何度かありましてね。で、先月オーストラリアを旅していた時はワイヤレスマイク持っていかなかったんですよ。多分使わないだろうなと思って。それ以前にバックパックを背負って広範囲に旅をするってなった時、できる限りね、重量を減らしたいなと思って、それで持っていくのやめたんですよ。なんならショットガンマイクの方が良かったんじゃないかなって内心そんな気がしたんですよね。不特定多数の人のなんだろう、まあ、大勢で集まっている様子を映したい時とか、自然の環境音だったり、あとはまあ、より少ないセッティングで済ませたいってなった際は、あくまでも個人的な意見ではあるんですけれど、ショットガンマイクの方が、個人的には使いやすいんじゃないかなって内心そんな気がしてきたんですよ。そのこともあって、もしかしたら近いうちにショットガンマイクを買う日が来るかもしれません。確か今年の3月かそのあたりに、新しいショットガンマイクというものが発売されたんですよね。確か日本のメーカーなんですけれど、まあそれについてはまだ買うかどうかはまだ決まってはいないんで、もし購入した際はそれに関連する動画を撮ってみようかなというふうに考えています。まあそんな感じで、何でもかんでもたくさんのものを買えば、それで自分の人生が変わるか、自分の今手掛けているもののクオリティが大幅に向上するかっていうと、正直使い方次第なんじゃないかなと思って、どんなに高性能なものを買ったとしても、それを使わなければ意味がないですし、人によっては、なんかだるいなとかめんどくせえなとか、今日これセッティングするのちょっと手間かかるし、別にやんなくてもいいかっていう風に、そうやって途中から使わなくなってしまう。きっとそういう人って多いと思うんですよね。まあ人によっては高いお金を払って、いざ始めようとか、よしやるぞっていう風に意気込む。そうやって始める人もきっといるんじゃないかなと思うんですけれど、そこから継続して、今もこうやって写真や動画撮影を続けている人っていうのは、多分少ないんじゃないかなと思うんですよ。ざっくりとしたイメージではあるんだけれど、今みたいにこうやって YouTube を続けている人ってのは、多分、そうね、1年以内に辞める人が圧倒的に多い気がしますね。1年以上、または2年以上続けばいい方じゃないかなと思って。まあそれが、その登録者数とか再生回数とかそういうのを全部抜きにして、続けることがすごく大切なんですよね。実際にこうやって動画撮影をして、で、編集ソフトに取り込んで、その編集作業を行う、その過程で学ぶこともたくさんありますし、次回はこういう風に撮ってみようとか、次回はこういう風に編集してみようかなとか、またはチュートリアル動画だったり、またはハウツー動画とか、もしくはその使い方について詳しく解説している
インターネット上のそのブログとか、そういうホームページかなんかで見てみると、あ、こういうやり方があるんだとか、こういう風にすればもっと作業効率が良くなって、より時短で済ませれるかもしれないって、いろんな発見が出てくるんですよ。で、それを応用した形で、それが後の、創作活動だったり、何らかの発信活動や、なんかそういうクリエイティブ全般に関わるようなことにおいても、いい影響を与えてくれるんですよね。個人で何かを作ること、または個人で何かビジネスを立ち上げる時もそうだけれど、決して、無駄にはならない。これらの経験って決して無駄にはならないんですよね。まあ何でもやってみることが大切ですよ。いろいろ触れてみて、いろんなものを使ってみて、これはすごい大活躍だったけれど、これは大して使わなかったなって。まあそうやってみんなトライアンドエラーを交えて一個ずつ積み重ねていって、そうやってみんな前へ進んでると思うんですよね。そういう風にして行動している人っていうのはきっといるんじゃないかなって、内心僕はそう思いますね。まあ、人それぞれ事情は異なりますし、住んでいる場所や職業だったり、あとは人それぞれ抱えている事情も全く異なるんで、一概には言えないんですけれども、空いた時間を利用して何か生産的なことを行いたい、または自分自身が、まあこれまで培ってきた技術やスキル、または知識だったり何でもいいけれど、何らかのメディアを通じて、そのプラットフォーム上で自分の知識を不特定多数の人に共有したいとか、誰かに向けてシェアしたいとか、まあそういう何らかの気持ちがあれば、それに向かって一個ずつ積み上げていけばいいんじゃないかなって個人的にはそう思いますね。で、できる限り少ないもので続けること、いかに少ないコストで最大の価値を築き上げるか、ここが最も重要ですので、これについては、まあ、ミニマリズム的な目線で見たら、いかに少ないもので長く続けられるか、まあそういう目線で見たら、まあそのことを思えば、自分の場合は、さっきも言ったように、カメラと三脚と、あとは、まあ極端な話、こういうスマートフォンがあれば、いくらでも応用が効くんじゃないかなって、最近はそんな風に考えていますね。まあこれも、ある種の思考実験というか、まあ試行錯誤というか、まあそういうのも交えて、続けてはいるんですよね。これも一つの実験として、日々こうやって YouTube を続けてはいますんで、もしかしたら今考えていることや今取り組んでいる内容も、この先もしかしたら変わるかもしれないし、それはどうなるかわかんないけれど、でもそういう過程を楽しみながら、一個ずつ積み上げていくこと、自分のペースで続けることが、これから先の人生においてすごく大切であるというふうに僕はそう思います。っていう感じですね。というわけで、そろそろ時間ですので、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もし今回の動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。